世界のジャパンチャンネルへようこそ。月とすっぽんという言葉は、見た目はそっくりなのに中身は比較にならないほど違うという意味です。今回は韓国が認める日本との差に関する話題をご紹介します。家庭で使用されているテレビやエアコンなどの家電やパソコンにスマートフォンといったデジタル機器、自動車や電車の運行に至るまで生活のあらゆる場面で半導体は使われています。この半導体製造過程に欠かせない素材の一つがフッ化水素なのですが、日本はなんと世界シェア1位を誇っています。低純度のフッ化水素であれば各国でも生産が可能ですが、半導体製造工程用のフッ化水素に要求される純度は11.9以上の超高純度。11.9とは物質の純度が 99.999999999% であることを指し、9が11個並ぶことからこのように呼ばれていますが、超高純度フッ化水素を作れるのは世界で日本だけです。このフッ化水素をめぐり、2019年日本が韓国への輸出を規制した結果、韓国が国産化に乗り出し、2020年韓国の SK マテリアルが高純度フッ化水素の量産に成功したと発表しました。当時このニュースに韓国国内からは喜びの声が殺到していましたのでご紹介します。海外の反応。よくやった、素晴らしい。韓国国民の力は本当にすごい。安倍よ、このニュースを見てるか？君のおかげでフッ化水素が完成したよ。この際だから日本が輸出している他の国の取引も奪ってしまおう。そうだ、他の分野もどんどん国産化しろ。もはや日本など我々が相手にするような国ではない。これが我々の実力だ。あれほど大量にいた政府の悪口を言っていた奴らも何も言えないじゃないか。ムン政権は正しい方向に向かっている。お前ら記事をよく読んでみろ。韓国 SK が量産したというのは5.9だが、日本が生産しているのは11.9以上だぞ。フッ化水素って超高純度のものは5.9ではなく、最低でも9.9以上のことを言うのではないのか？その通りだ。フッ化水素の超高純度は9.9以上のことだし、日本のフッ化水素は9が12個ある。12.9の超高純度だよ。日本に勝ったと喜んでる奴らは、高純度のフッ化水素の基準が何なのかも分かっていない。SK マテリアルズの創業者がインタビューで言ってたけど、純度 99.9% のフッ化水素を製造する技術はすでにあったらしいわ。でも半導体の生産に使うなら小数点以下の数がどれだけ多いかが重要なんだって。 100% の純度に限りなく近くなければ不良品だらけになってしまうそうよ。一体いつまで精神勝利に浸っているのか。日本産のフッ化水素は本物の超高純度だというのに、5.9程度のものを半導体製造に使用すれば不良品が多発するぞ。このようなデタラメな記事を見て、大韓民国は本当にすごいなどと勘違いしているようでは、この国の未来は真っ暗だな。低い品質のフッ化水素なら半導体の製造コストも上がるだろう。さらに研究開発コストまでかかってくるし、これは製品の価格にも反映されて値段も上がってしまうよ。以上が韓国の人々の反応でした。国内での量産に成功したニュースに大喜びの声と、成功したと言っているのはただのフッ化水素で超高純度フッ化水素ではないという意見に分かれていますが、少しでも科学業界の知識があれば記事が真実ではないことはすぐに分かってしまいますね。ところがこの直後、韓国の大学教授が超高純度フッ化水素の生産は難しいと指摘した記事が韓国のメディアに掲載され、大きな話題を集めていました。ここで記事の一部をご紹介します。パニャン大学のペ・ヨンチャン教授は、
フッ化水素は素材企業であれば誰でも作ることができるが、重要な鍵は純度。日本の素材分野での技術はすでに芸術に昇華された境地であり、韓国政府が主張するような素材関連の競争力が数年以内に確保されることは難しいと指摘した。11-9フッ化水素などは数十年以上の絶え間ない試行錯誤の末に得られる職人のノウハウということらしい。最も重要な工程に投入される純度は12-9で、これは分子1兆個のうち不純物が入った割合は1個程度だという。国内でも少量生産されていたが、経済性の高い日本製品がより好ましいとされ、国内需要の2/3を日本から輸入していた。以上が記事の一部ですが、教授はフッ化水素についての課題に取り組む学生たちを見て、素材技術が全くない自国の現状に愕然としたといい、それを踏まえた上で記事にあった指摘に至ったようです。この教授の指摘に対する韓国の反応も見てみましょう。日本の技術が芸術？日本が何十年もかかったものを我が国はたった6ヶ月でできた。これが日本より優れている何よりの証拠だ。理解していないようだから教えてやろう。6ヶ月かけてできたのは5-9。5-9レベルなら日本じゃ工業高校の生徒でも作れる。11-9が数十年間挑戦しなければ得られない職人のノウハウであれば、12-9は宇宙飛行士の作品だとでも言うのか？科学業界の従事者としてコメントを何十回も書き込んできたが、フッ化水素を作るにはノウハウなしでは50年はかかるよ。これまで散々国産化に成功したと言ってきたのも11-9の話じゃないからね。文大統領が自分の成果が欲しくて国産化成功と記事を書かせていただけで、ただの世論操作だよ。パニャン科学工学の学生がかわいそう。あんな教授から何を学ぶのか。他の人が6ヶ月でこなすことを数十年かけてこなすレベルの教授から。技術を超えて芸術に昇華された境地。職人のノウハウ。ペヨンちゃんはユニクロ買っても日本の繊維技術の極致とか言ってそうね。あんま調子に乗らない方がいいと思うぞ。5-9は日本で1980年代には作られていた純度らしいから。数十年挑戦して初めて得られる。もしかして日本はタイムマシンでも開発したのか？個人的にこの教授は最初の輸出規制の時から関心を持って見てきた人間だ。徹底的に日本の技術を賛美し、韓国の技術水準を低く見ていて、特に記憶に残ったからだ。こんな教授に学ばなければならない学生たちが気の毒だ。ただ買ってきて使えば安く高品質なのに、なぜ自国開発することにこだわるんだ？日本と親しくすればいいじゃないか。日本の技術が私たちよりもはるかに優れているというのは事実だしね。認めるところは認めないとみっともないわ。教授に説明されてもまだ超高純度製品の生産ライン増設に成功とか言っちゃってる。今更実はできていませんでしたとは言えないんだろ。5-9でも十分すごいことのように思える。12-9よりどのくらい劣ってるの？わかりやすく言うと、日本の純度は地球の全人口から1人を探すくらいの難易度。韓国の純度は小さな村から1人探すくらいだ。5-9ぐらいあれば、ある程度の部品の生産には支障ないってことなんだろうな。それも事実だろうけど、それじゃあ日本には勝ててないし、きっと高品質のものは作れない。部品生産に支障がないというか、完成品の精度が全く違うらしいぞ。以上がペヨンちゃん教授の指摘と記事の内容に対しての声です。フッ化水素の量産に成功したという最初のニュースと比較すると、日本製より品質が劣ることをきちんと認識している声が多いように感じますが、一定数、日本製を全否定する声もありました。反日感情が強いほど、日本と同レベルの高純度フッ化水素の開発に成功したという刷り込みは強く、疑うことをしなくなるのでしょうか。高純度フッ化水素の国産化に成功した
という韓国ですが、高純度なフッ化水素は安定した高品質の提供が非常に難しいものです。韓国には品質管理ができる技術者がおらず、知識もないため、管理分野は大きな課題でしたが、やはり高品質の安定供給はハードルが高かったようで、国産化したフッ化水素に起因する大量の不良を発生させました。2019年には国産のフッ化水素を使ったアップルのスマートフォン iPhone 11 Pro のシリーズ向けの有機 EL パネルで画面に縦縞が入る製品不良が発生し、 LG ディスプレイは有機発光ダイオードパネルを170万枚以上廃棄。またサムスンでも甚大な被害を出し、アップルの iPhone 生産計画にも支障が出ました。新しい技術を取り入れることは国の発展に必要なことです。しかし、そのためには失敗の連続の中でも決して諦めず、悪い結果が出ても真摯に受け止め、解決するための努力が必要になります。都合の悪い事実は見ようとせず、ねじ曲げて解釈し、他人のせいにする文化でそれができるのでしょうか。日本のフッ化水素生産の歴史は100年を超えています。幾度となく失敗を繰り返し、延々と続く地道な作業の末に積み重ねた技術やノウハウは、そう簡単に追いつけるものではないでしょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。